皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、日本端子という会社が今インターネット上で注目されているということについてお話ししようと思います。この日本端子という言葉は会社名です。この会社が一体なぜインターネット上で注目されているかといえば、それは自民党総裁選との絡みがあるからです。現在自民党総裁選の有力候補の一人である河野太郎氏の名前がこの会社の経営陣の中に入っていました。そしてその会社の経営陣というのはまさに彼の父親、そして実の弟さんの名前などが入っているいわゆるファミリー企業と呼ばれるようなもので、この会社が何をしているか、そこについて注目が集まりました。会社の行っている業務それ自体は日本端子というぐらいですから、電子部品などの接続機器や端子などについての製造販売などを行っている会社だそうです。そしてこの会社には子会社があります。この子会社というのが中国にしかありません。そしてこの会社の業務というのが太陽光発電パネルに対する部品供給などということであって、今まさに河野さんが掲げている政策の一つ、自然エネルギー推進と絡んで自分の利害とまさに一致しているのではないか、そういったことが指摘されているわけです。そして同時にこれは対中政策の話とも絡んできます。中国との関係が悪化するようなことがあれば、それは自分のファミリー企業がまさに業務的においてもかなりの打撃を受ける可能性がある。そのようなことを避けるためを考えれば、それこそ中国との衝突というのを避けなければならない。いわば利害関係者それ自身が日本の総理になってしまうかもしれない。こんなことでいいのかということがまさにインターネット上で話題になったわけです。自分自身の行動によって自分が害を受けてしまう結果になるのであれば、そのような行動を避けるべきだと考えるのは誰でもそうでしょう。ですから中国に対して物を強く言うことによってしっぺ返しとして日本が経済的なダメージを受ける。それが自分の経営するもしくは自分の家族が経営する会社であれば、なおさら避けたくなるのは当然のことと誰もが思うことでしょう。このような自分の行動、特に自分が政治家で政策に関わっていて、その政策を進めることによって自分自身やもしくは家族が利益を受けるのではないか、そのように見える行動というものをやってはいけません。もちろんそのような禁止している法律などがあるかと言われればないわけですが、少なくとも有権者からはそう見えるんだよということを政治家は意識すべきです。この話というのは河野さんだけではありません。他にも小泉さんについて言っても、それこそ父親が反原発派に今はすっかりと活動にのめり込んでいますが、彼自身もしくは彼の一族について言っても、やはり同じように自然エネルギー推進派として知られており、彼らのビジネスそのものもやはり政策推進と全く同じ方向を向いているのです。このような行動というのは別に今に始まった話ではなく、以前であれば違う形で大いに批判されていました。それはどのような形かといえば、例えば地方出身の国会議員が実は建設会社社長で、自分の地方に公共事業を持ってくれば、自分の経営している会社に直接そのような工事の利益がもたらされるといった形で甘い汁を吸っているんだなどという話は、昭和の時代からずっと続いてきた利権の行動として批判されてきたのです。今度の話というのはそういった意味で、土権ではなくて今度は自然エネルギーそのものが政策を進めることによって自分自身もしくはその家族や親類が経営する会社が利益を得るという意味で全く違う形での利権構造を生み出しているのではないか。そういった意味で今度は国民からの強い批判を浴びる形になるというわけです。というわけで今回なぜ日本端子という言葉がインターネット上で注目されるようになったかについて解説を行いましたが、この解説には一つ注意点があります。まず第一にいろんな意味で批判されるべきという話をしたわけですが、同時にそこは違うよというポイントで批判している人もいるので、一つ注意点を何点か挙げていきましょう。例えば太陽光パネルによる発電がものすごい環境汚染だという具合にして言う人もいるわけですが、これは日本だからこそ当てはまる問題であり、地形によっては全くそうではないということもぜひとも押さえておいてください。例えば日本で太陽光パネルで発電しましょうとなれば、山を切り開いてまさに自然破壊を伴って太陽光パネルを敷き詰めるといったことから、こんなことはやってはいけないと反対の意見が上がりました。しかし国によってはそのようなそもそも草木一本生えないような誰も使わないような荒れ地が広大に広がっていて何のしようもないなんていう土地を持っている国々というのもたくさんあります。荒れ地や砂漠が広がっている地域などにおいては
広大にパネルを設置することによって原発何基分もの電気を生み出せるなんていう机上の計算を行うようなところすらあります。北アフリカ地域にソーラーパネルをいっぱい広げればヨーロッパ地域全体の電力を賄うことができるんだなんていう夢物語さえあるのです。そのように日本であればうまくいかないよ。日本では自然破壊を伴うから必ずしも太陽光パネルを設置することが自然エネルギーとして良いものではないという話と、一方においてじゃあ世界ではどうなのかという話は実は切り分けて考えないと大きな間違いを生むこととなります。また中国で企業を作る時の話なのですが、合弁企業を作らなければならないというのは別に河野さんの一家だったからという話ではありません。例えば日本のメーカーであるトヨタなどは中国に進出した際にはトヨタ自身本体では行くことができません。それは中国側のビジネスのルールとして合弁会社を作りなさいということを強制してくるからです。ですからトヨタなども中国で活動しているのはあくまでも中国の現地法人として合弁会社を作っての自動車を製作販売を行っています。このことは別に他の産業などにおいても似たような話はたくさんあります。例えば日本で強い産業である半導体製造装置のメーカーもたくさんあるわけですが、それらのメーカーが中国でビジネスをする際には現地に法人を作らなければなりませんが、それらの現地法人も当然のように合弁会社といった形で中国側の人間が入ってきています。これは避けられないことなのです。ですから中国で合弁企業になっているんだ、もうそれらは全て中国の支配下に置かれていて、それらの会社は日本にあったとしても中国の企業そのものだという話をするのは、それはあまりにも拡大解釈というものです。もしもそのような拡大解釈がなってしまうんであれば、日本の自動車産業はもうほとんどが中国企業ですよという話になりますし、日本の産業として強い半導体製造装置というのがありますよという話をしても、いやいやそれは全部中国に合弁企業があるんだから全部中国企業だなというようになんかおかしな話になってしまうので、そこはちょっと切り分けてください。ただしこの合弁会社という形について注目するならば、それこそ相手側の合弁としてどのような会社がやってきて、どのような人間が送り込まれていて、そしてどのような便宜が図られているのかといったところに疑惑の目を向けることは、それは別におかしなことではありません。例えば中国共産党の要人が入っていますよということを見つけて、ふむふむこれはきっと何かしらの便宜を図られているに違いないと疑う、そういった気持ちを持つことは別に悪いことではありません。ただ同時にそのような合弁企業に中国共産党の人間が入ってくるというのは、彼らにとってはまさに名前を付けておくだけで彼らにとって収入になるし、さらに言えば何かあれば日本側の会社を乗っ取るための足がかりにもなるし、また情報を抜き取るための取っかかりにもなるといった具合にして、彼らにとっても手放したくない中国側独自のルールなのです。なお、以前私が投稿した動画の中で、中国が TPP 加盟申請を行っていますよという話について解説を行ったことがあります。その時、中国が行っている様々な自国優先主義のルールについて、彼らがやめない限りは、中国が入ることは最初から門前払いするべきだという解説を行いましたが、今回の話、中国で活動したいんだったら現地法人を作れ、そして現地法人を作るんだったら中国側の人間を必ず入れなさいという、この独自ルールというのが、まさに中国が行っている不当な競争政策なのです。中国が2000年代に入ってから急速に経済発展していくその背景には、このような独自ルールを使って中国企業を優遇し、そして中国を工場として使おうとして入ってきた欧米、そして日本の企業が合弁会社を作り、様々な情報を抜き取ることを合法的に彼らが行うって、中国の競争力強化に役立ててきたというのがこれまでの歴史なのです。ですから安易に中国に進出して目先の利益、目先の売り上げを稼ごうとして中国でビジネスをすることに私は反対しているのです。長期的な視野に立てば決して中国に進出するのではなく、競争は激しくて難しいけれども欧米に進出するなり、もしくは東南アジア、南アジア、中東、アフリカ、様々な地域でまだまだビジネスのチャンスはあると積極果敢に進出する方が長期的には企業が生き残る道としては私は十分に意味があると思っています。あなたはこの話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。